天国の亡者作ってるんです。天国の亡者。天国の亡者。すごいです。だからできるなんか伝え方とか、まあ個人的には好きだっていうだけの話なんですけど。ミートヨアート始まりました。早速、今回のピックアップアーティストを紹介したいと思います。磯村ダンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。磯村ダンさんです。社会に対するアクションとしての表現活動は、例えばタイでリサーチを行い、現地の文化・社会背景をもとに作られてきた現代の仏教美術の要素などを取り入れ、マイノリティとマジョリティ、地獄と天国といった二分される価値観に対し問いかけるコンセプトで制作されてきました。その後、ニューヨークでの滞在を経て、西洋美術の文脈も学んだことで、アップデートされた仏教美術からアジアにアイデンティティを持つ独自の美術史へつなげるべく、彫刻インスタレーションを昨今は展開されていらっしゃいます。これタイトルは何て言うんですか？これ Ghost from Heaven。Ghost from Heaven。あ、From Heaven。From Heaven ですね。これって、彫刻作品っていうことでいいんですか？一応彫刻作品です。いろんな素材がミックスされている雰囲気ですよね。何が入ってますか？主にはセメントで、なんか作りかけ壊れかけみたいな、そういう感じで、作ってる時に出た端材みたいなのとかが入ってたりとか、他の彫刻の一部が入ってたりとか。でこのまあメッセージがね、I could go to heaven because I acted as I was someone else throughout my life。 人生の間誰かの誰かを演じて生きてきたから天国に行けましたって書いてすごい皮肉っていうか、まあなんだろう、この言葉がこう、まあある種ダンさんの中から出てきてるってことだよね。そうですね。まあそこにすごくそのやっぱ意味というか。今までこれ今年の個展用に作ったんですけど、その前はずっと地獄の亡者の彫刻作ってたんですけど、今回は天国の亡者作ってるんです。天国の亡者。天国の亡者。すごいです。この地獄みたいなのを考えるときに、地獄定義する人たちは誰だろうとか思いながら、その定義になんか人生左右される人たちがいて、権力者たちが定義づけたものに無理くり合わせて天国に行けるようになんか生きてきた人たちみたいな人もいて、でもそれは同時にある種地獄だなみたいなことをなんか、まあなんか天国に行けてるっぽくないもんね。そうでもほんまにヘブンなんかっていう。I could go to heaven 言い切りたいみたいな、行ったぜって言ってる人みたいな。なんかさっきそのプロフィールをちょっと聞かせていただいてた時には、その仏教文化をまあなんていうか取り入れてというか、でそれを作品化してるっていうあれだったんですけど、その仏教の方に着目してった理由っていうのは何だったんですか？なんか学生時代の時からこう現代アートを勉強するにつれて、なんか歴史とかを勉強していると、結構唐突に西洋の美術の文脈がこう日本に入ってきているみたいな、なんか欧米だったらこうキリスト教美術とか、その美術のなんか中心みたいなのがこう宗教、貴族、商人、民衆みたいな感じで流れていくのがなんか自然に歴史化されているけれども、なんか日本でそう勉強していく中でなんかすごい、まあ一つ、まあいろんなところで断絶があるんですけど、一つ例挙げると、なんか明治維新前とアートとで、なんか美術史のなんか断絶みたいなのがあるなみたいなことをぼちぼち感じ始めて、大学生ぐらいの時に。ですごい違和感があって、なんかこのままなんか西洋美術史文脈に乗りながらなんか創作するって、なんか
ずっと違和感があるような感じがして、そう日本ではそう明治維新とかの時に廃仏毀釈運動とかがあったから、こうなんか仏教の表現みたいなものがなんかその150年前から後にはなんかそこまで更新されてるっていうのが大きく 見られないですけど、なんか学生時代になんかタイに行って植民地支配されずに住んだ数少ないアジアの国で、なんかで仏教国でなんかある種なんだろう、なんか日本のなんかパラレルワールド見てるみたいな感覚があって、現代においてなんかすごい仏教美術がちゃんと更新され続けて変化し続けてて、現代の要素を取り入れてたりマテリアルにしてもそう社会的背景にしてもそういうのがあって、これってすごくなんか参考になるなって思いながら、仏教美術っていうところからいわゆる日本のいわゆるもともとボトムにある文化からちゃんとアプローチしたいっていう思いがあるってことですよね。でもそのニューヨークに行く流れがあったんですよね。でそこでその西洋の文化も混ざりつつ、じゃあ今逆にどういう感覚になってるんですか？なんかその前までは結構無邪気にこうタイの仏教美術みたいなものとすごい自分をつなげて制作みたいなことをしていて、なんか僕はタイに留学とかもしていたし、すごいタイのことに言及したりとか、なんかそこから着想を得てるってことをなんか結構無邪気にそう語ったりしてたんですけど、なんかニューヨークとかに行くとそういうものに対するなんだろう、その良くも悪くも文化の動揺みたいなことに関してすごく意識があるところに行くと、なんかそのもともと仏教国だった日本っていうところで生まれて育ったアーティストとして仏教美術のことに関して言及するっていうのはなんか大事だと思うんですけど、なんかそこのなんか引用元みたいなところがなんかその、僕がいくらタイに住んでたとかって言ってもなんかタイ仏教美術みたいなものをそのまま受け継ぐことは僕はできないなみたいなことだったりとか、あとテーマに関しても僕はなんかあんまり結構文字の社会問題の話とかをなんか出しすぎることに関してなんか危うさみたいなもの、それは僕個人の危うさでもあるし、それが目につく危うさとか、それがモデルになっている人たちに対する危険性みたいなこととかいろいろ考えるようになって、だからできるなんか伝え方とかなんかそういうものに関してもうちょっと意識するようになりましたかね。天国地獄の扱いだって日本とねアメリカじゃ全く違いますもんね。でも服装とかね、それこそビジュアルとかもかなりこうやってすごい明確に今提示してるじゃないですかでもなんかある種その作品の世界観とその今の自分のその言い方とか言動とかっていうものがなんかすごくこうなんていうか一致してるっていうと言い方変なんだけどなんかやっぱその作品出すその彫刻だったりインスタレーションプラス自分自身の存在っていうものと一緒になんかこう打ち出してるような印象を今僕は勝手に受けてて、なんかだから何っていうことが言いたいわけじゃないんですけど、個人的には好きだっていうだけの話なんですけど嬉しいですね。ちょっと一つの作品でダンさんを判断することも難しそうだし、なんかいろんなものを見てもらいたいなっていう感覚がありますけど、2021年の2月以降でなんか展覧会とか展示会グループ個人ありますか？6月ぐらいに京都のアクアっていうところでグループ展があるのと、僕は今新大久保にウゴっていう、作ったんです。そうです。なんて名前？ウゴ UGO って書いてウゴっていうスペースをやってるので、そこはアトリエ兼ギャラリーみたいな感じでもある。アトリエ兼ギャラリー兼なんか今みたいな感じ。今の瞬間。違います。今ねリビングルーム。今ね。そうみたいな感じでもあるし。そこはじゃあいわゆるそのアーティストだけが入るんじゃなくて、いわゆるもう人が出入りするのが結構自由なサロンみたいなスペースになってるとかは、いいですね。だからそこでもしかしたらいろいろやるかもしれないって感じですね。磯村さんもインスタグラム頻繁に更新されているので、情報をねそこに出していただければチェックしてみてください。興味ある人もいっぱいいると思うし
じゃあちょっとお時間なので、そろそろ以上とさせていただきます。ダンさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうも。磯村さんの作品はミートアートの EC サイトで特別販売されていますので、ぜひチェックしてください。以上、今回のピックアップアーティストでした。ダンさんでした。ありがとうございます。